キング・オブ・ザ・カシオトーンズと呼ばれた異端の機材。これ本当にカシオトーンなんですか？まずそこから気になりますよね。カシオトーンといえば、ボタン一つでポコポコと軽快なリズムが鳴って、誰でも簡単に和音が弾ける、親しみやすい家庭用キーボードという印象です。へー。あなたもきっとそんな温かいイメージを強く持っているのではないでしょうか。そうですよね。しかし1980年代前半、カシオはそんな世間のイメージの裏側で、密かにトロイの木馬のような機材を市場に放ちました。今回の探求は、当チャンネルのコメント欄で視聴者の方からリクエストをいただいたある機材を取り上げるんですよね。はい。それがカシオトーン 1000P。一部の愛好家からは、キング・オブ・ザ・カシオトーンズと呼ばれる極めて異端の存在です。結論から言ってしまうと、この 1000P は家庭用キーボードの顔をかぶった未来のシンセサイザーの試作品だったんですよね。その通りです。40年経った今、インディーミュージシャンたちがこの機材を使って架空のモンスターと戦っているなんて、当時のカシオの人は想像もしていなかったはずです。ええ、思いもしなかったでしょうね。今日はこの機器の回路や仕様の奥底に隠された技術者たちの執念と崇高な運命を紐解いていく使命をリスナーであるあなたと共有したいと思います。はい。このチャンネルでは、名機たちの背景にある歴史や技術者たちの執念の結晶を深夜の静寂とともに紐解いています。もしあなたがこうした知られざる歴史の迷宮を歩くのがお好きなら、ぜひチャンネル登録と高評価をして、私たちの探求を応援していただけると嬉しいです。それでは少しひんやりとした電子回路の世界へ足を踏み入れていきましょう。よろしくお願いします。さて、まずはこの 1000P の全体像についてなんですが、いかにも家庭用っぽい落ち着いた外観ですよね。ええ。一見すると普通です。でも中身のスペックを見ると、なんだかすごくちぐはぐな印象を受けます。そこが第一の謎ですね。スペックを解剖していくと、当時の家庭用としては明らかにオーバースペックな部分と、決定的に欠落している部分が見えてきます。なるほど。まず、フルサイズの61鍵盤を備えていること。そして、ユーザーが自分で作った音を保存できる10個のプログラムメモリー機能を搭載していることです。それだけでもすごいんですが、僕が一番衝撃を受けたのはそこじゃないんです。と言いますと、当時のカシオトーンのアイデンティティであり、心臓部ともいえる自動伴奏。つまり、リズムボックスの機能が一切搭載されていないんですよね。はい。完全に外されています。当時のマニュアルを隅から隅まで読んでみても、ボサノバやワルツといったリズムを選択するボタンが本当に一つも存在しないんです。ええ、純粋に音を作る、弾くということにだけに特化しているのです。でもそれってすごく不思議じゃないですか？なぜでしょうか？リズムに合わせて楽しく弾くための機能をごっそり削り落として、純粋に音を作ることにだけ特化させた。それなのになぜカシオはあえてこれにカシオトーンという大衆向けの冠をつけて世に出したのでしょうか？どうしても気になっちゃいます。なぜこんな異端の機材が生まれたのか。その答えの鍵は、カシオ計算機創業メンバーカシオ4兄弟の次男であるカシオ俊夫氏の楽器哲学に焦点を当てることで見えてきます。カシオ氏の思想ですか？具体的にはどういったものだったんでしょう？彼は楽音とは何かという極めて根源的で哲学的な問いから楽器開発をスタートさせました。楽音とは何かですか？ええ、彼が最もこだわったのは、本物の楽器が持つカト現象をデジタルの電子回路で表現することだったのです。カト現象。音が鳴り続ける定常状態ではなくて、音が立ち上がる最初の瞬間のことですよね。はい。例えばギターの弦を弾いた瞬間を想像してみてください。ええ。最初の数ミリ秒には数学的で綺麗な波形ではなく、ノイズを含んだ極めて複雑な揺らぎが存在します。なるほど。当時のデジタル技術でその複雑なノイズや揺らぎを追い求めたというのは、単なる製品開発という枠を超えて、ある種の信念すら感じますね。ええ。音の真理に到達するための終わりのない生前のようです。まさにその通りです。その妥協を許さないこだわりの強さは、書籍、電子楽器産業に残る高名な音楽家である黛敏郎氏との対立エピソードからもはっきりと伺います。著名な音楽家との衝突ですか？どのような対立だったんでしょうか？黛氏が実践的な演奏には複数のオルガン音色が必要だと強く主張しました。はい。しかし、カシオ氏は一つの音色が本物と同じにしっかりしたものであれば単音で十分だと真っ向から反論し、決して譲らなかったという逸話が完全な形で記録されているのです。恐ろしいほどの執念ですね。
本物の音が一つあればいいと言い切れるなんて。そうですね。そしてその野心は 1000P のネーミングの真実にも表れていますよね。名前に1000とついていますが、これは決して最初から1000個のプリセット音が用意されているという意味ではないんですよね。はい。公式の仕様を読み解くと、その仕組みの異常性がわかります。どういう仕組みなんですか？オルガンのようにフィートで音の高さや倍音の基本を選び、これが10種類。はい。さらに音の立ち上がりや減衰など、時間的な変化を決めるエンベロープが10種類。最後に音色にビブラートなどの変化を与えるモジュレーションが10種類。なるほど。10、10、10と。これらをユーザーが選び、10×10×10 で1000種類の異なる音色が合成できるという仕様に由来しています。シンセサイザーみたいに硬いつまみをぐりぐり回して直感的に音を作るのではなくて、カチッとカチッとボタンを押してパラメータを論理的に組み合わせていくんですよね。その通りです。なんだか絵の具でキャンパスに絵を描くというより、パンチコードでコンピューターに計算式を入力しているみたいです。独特な創作感です。家庭用というよりこれはもう本気で世界のシンセサイザー市場を取りに行くための狂気じみたアプローチだった気がします。はい。そしてその狂気ともいえる異常性は音作り以外の部分にも明確に現れています。他にもあるんですね。それが現代の愛好家たちが音作り以上に熱く語るアルペジエーター機能です。アルペジエーターというと和音を押さえたらそれに合わせてパラパラと順番に単音が鳴ってくれるあの一般的な機能とは違うんですか？全く異なります。線に搭載されたそれは給付を含む1から9までの数字列を最大127ステップまでユーザー自身で打ち込めるという極めて高度なシークエンサーとしての仕様を持っていたのです。127ステップ。ちょっと待ってください。それって家庭用のキーボードのおまけ機能としては明らかにやりすぎじゃないですか。やりすぎですよね。一般的なポップスの伴奏なら数ステップで十分ですし、素人がそんな緻密なプログラムを使いこなせるとは到底思えません。ユーザーの方々はこのオーバースペックすぎるアルペジエーターをどう評価しているんでしょうか？ある愛用者はこう証言しています。これまでリリースされたどの機種にも似ていない素晴らしい機能。代わりは見つからない。と。大絶賛ですね。また、押さえる鍵盤数が変わっても入力したリズムが崩れないため、伴奏に向いているという極めて実用的な評価も存在します。伴奏に向いているというのはすごく面白い発見ですね。つまりリズムボックスを削ぎ落とした代わりに自ら組み上げたこの複雑な127ステップを伴奏として走らせてその上で演奏するわけですね。さらに現代のユーザーからこんな興味深い証言も寄せられています。何でしょうか？金属的な音色で走らせるとこの狂った音が大好きで時々剣を持ってモンスターを退治しに行きたくなる。モンスター退治すごいですね。ただの電子音の羅列がプレイヤーの想像力をそこまで強烈にかき立てる世界観を持っていたなんて。リズムボックスという既存の枠を捨てて代わりにこの未知のシーケンサーを積んだ点に当時のカシオの独自の思想と未来を見据えた野心が明確に現れていると言えそうです。そうですね。ここからはその 1000P の内部で一体何が起きていたのか技術的な革新に迫りましょう。 1000P に隠された歴史の伏線ですね。はい。この機材の音色を鳴らす仕組みとしてISOをずらした波形を重ねるというアプローチが取られていたことが内部回路と特許の解析から分かっています。ISOをずらす。言葉の響きは工学的で美しいですが具体的にはどういうことなんでしょうか？どうして波形そのものを変えずにわざわざISO、つまりタイミングをずらすなんて手法を取ったんですか？結論から言うとそれは当時の切実な計算コストの問題に直結しています。計算コスト。1980年代前半、デジタル回路の心臓部である IC チップは音の波形を複雑に変化させるための掛け算の処理を行う回路は物理的なスペースも取りコストが跳ね上がってしまいます。なるほど。当時の高価な部品は使えないけれど複雑な音を作りたいという事情があったわけですね。そこで技術者たちは計算負荷の高い掛け算を避ける方法を考えました。どんな工夫をしたんですか？音のスタート、つまりISOを少しだけ時間的に遅らせてずらして元の波と足し合わせるのです。タイミングを遅らせるんですね。時間を遅らせる処理や足し算の処理は当時の安価なデジタル回路でも比較的簡単に実装できました。なるほど。
低価格機ならではの厳しい制約が生んだ見事な工夫です。そしてこの位相を音作りに利用するという発想こそが、後にカシオを世界的なシンセサイザーメーカーへと押し上げた大ヒット機 CZ シリーズの PD 音源フェーズディストーションを予感させる先行例であったことが解き明かされているのです。すごい歴史のつながりですね。しかし、これほどの歴史的伏線と未来を見据えた技術がありながら、センピーは市場からひっそりと姿を消してしまいます。そうなんですか。確認できる代表曲での使用例を極めて少なく、プロユースの現場での評価は冷酷なものでした。1000種類もの音が作れるという鳴り物入りになったにもかかわらず、なぜ第一線のプロたちには受け入れられなかったんでしょうか。そこには加算合成というアプローチの持つ技術的な限界が影響しています。加算合成の限界。当時の残酷な評価を紐解くとこう指摘されています。倍音がうまく乗らず、クランチ感のないプレーンなドローバーオルガンのようだと。でも当時の回路じゃそこまでできなかった。はい。当時の処理能力ではそれが足りなかったんです。なるほど。理論上は1000種類の音色が作れても、プロの厳しい耳にはどれも薄く、平面的な似たような音に聞こえてしまったという当時の技術的な限界があったわけです。でも今はそこがむしろ面白いんですね。その通りです。僕にとって非常に興味深いのは、その評価が反転したタイミングと場所なんですね。タイミングと場所ですか？はい。当時の華やかなプロフェッショナルのステージではなくて、もっと個人的で密室的な空間から火がついている。現代のインディーシーンやパソコン1台で音楽を作る卓録の環境下で、この機材が全く新しい生命を得ているという事実です。見事な大逆転劇です。手元の資料にある海外コミュニティの書き込みを追ってみましょう。はい、お願いします。あるユーザーはこう証言しています。リサイクルショップで格安で手に入れたけど、魔法のような音がする。魔法のような音。はい。さらに別のユーザーの書き込みには、強烈なフィルターペダルを通したら、ただただ輝かしい、グローリアスなサウンドになったとあります。強烈なフィルターペダルを通すとグローリアスなサウンドになる。1000P の音色は、チープだとか薄っぺらいと批判されていたはずですよね。そうですね。厳しい評価が並んでいます。1000P の独特のチープな音色は、情報量が極端に少ないがゆえに、現代の強力なエフェクターと組み合わせた瞬間に、他の機材では想像もつかないほど大化けする余白を持っていたのだと思います。非常にわかりやすい比喩ですね。確かにフォーラムの証言にも、アナログでもなくデジタルでもない。はい。エフェクトを加えた瞬間、巨大な音の力に変わるとあります。巨大な音の力。機材単体の完成度ではなく、外部の現代技術と結びついた時の変化の振り幅こそが評価されている。なるほど。これは単なるレトロ趣味ではなく、実用的な音の力としての極めて合理的な再評価です。そうですね。当時のカシオの技術者たちも、自分たちが生み出したその音が巨大な音の力として海外のインディーシーンで評価されるまでに40年もの歳月が必要だとは、夢にも思わなかったはずです。きっとそうでしょうね。しかし、すべての回路の仕様と、その後の電子音楽の歴史的背景を俯瞰して見渡したとき、そこには全く別の景色が広がっています。そうですね。こうして見返してみると、全然失敗作なんかじゃないですね。商業的な大ヒット機種ではありませんでしたが、時代が追いつくのに少し時間がかかっただけなんです。時代が追いつくのに時間がかかった。なぜなら、40年以上経った今、当時のカシオが想定していなかった人たちが、エフェクターという新たな技術を掛け合わせることで、この楽器の価値を自分の手で発見し続けているからです。カシオトーンでありながらシンセサイザーを目指し、自動伴奏を持たずにアルペジエーターを積み、そして後の CZ シリーズへと続く発想の一部をすでにその回路の中に持っていた。当時はプレーンなワルガンとしか理解されなかったかもしれません。しかし今になって見返してみると、1000P は単なるカシオトーンではなく、カシオが次の時代へ、すなわち本格的なデジタルシンセサイザーの領域へと踏み出そうとしていた瞬間を記録した非常に貴重な一台だと結論付けることができます。なるほど。時代が追いつくのに少しだけ時間がかかった機材。それこそが 1000P という楽器の本当の価値なのかもしれませんね。そうかもしれません。そして、この探求の終わりに少しだけ視点を広げてみたいんです。あなたの身の回りにも、あるいはあなた自身の中にも、今はまだプレーンすぎると見過ごされているけれど、
時代や環境が追いついていないだけで、魔法のような力を秘めた何かが眠っているのではないでしょうか。そうですね。それが大化けする瞬間は案外予想もつかない未来で待っているのかもしれません。今回の探求はここまでとしましょう。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、また次の機材の物語でお会いしましょう。